2025年7月、太陽系外から飛来した天体が発見されました。その名は 3I アトラス。発見当初、赤い色をしていたこの天体は、なぜか緑色へと変わりました。ただ最も異常なのはその軌道です。明らかに太陽系内の惑星たちをかすめる軌道をしているのです。まるで偵察をしているかのように。これは偶然の産物として片付けられるのでしょうか。私たちの上空で何かが起きようとしています。皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。本日はこの謎の天体に迫っていきたいと思います。すべては一つの警報から始まりました。2025年7月1日、チリの天文台にあるアトラスシステムが異常を検知しました。これは地球に衝突する可能性のある天体を監視する小惑星地球衝突最終警報システムです。その日アトラスが捉えたのは明らかに異常な天体でした。それは地球から6億7000万キロも離れているにもかかわらず、時速22万キロで飛行していました。これは地球と月を1時間50分で移動できる速さで、一般的な彗星の2倍以上です。発見時の明るさは約12等級と肉眼では見えないものの、この距離にしては明るく活動的でした。軌道計算の結果、この天体は太陽系の外から来ていることが分かりました。これまでにも宇宙人の UFO 説で話題となった2017年のオウムアムは、星の誕生過程が宇宙共通である可能性を示唆した2019年のボリソフが発見されておりましたが、今回の天体が3番目の来訪者でした。アトラスが発見した3番目の恒星間天体ということで 3I アトラスと名付けられました。発見当初 3I アトラスは赤みがかった姿をしており、彗星としては普通の色でした。しかしすぐに科学者たちはこの天体の異常さに気づきます。まず奇妙だったのは太陽系の惑星たちに沿う軌道だったことです。通常太陽系外から飛来する天体はランダムに侵入するため奇妙でした。さらに軌道計算から驚くべき事実が判明しました。この天体の質量が異常に大きいのです。後の観測で彗星は1秒あたり約150キロもの物質を放出していることが分かりました。それにもかかわらず軌道がほとんど乱れていなかったのです。これは核の質量が最低でも330億トン以上あることを示していました。オウムアムアやボリソフの1000倍以上の質量です。この時点で一部の研究者たちの間である疑念が生まれ始めていました。これは本当に自然の天体なのかと。7月中旬、ハーバード大学宇宙物理学教授のアビー・ローブ博士が衝撃的な論文を発表しました。3I アトラスは異星文明によって送り込まれた探査機である可能性がある。彼の主張はこうです。巨大な質量と惑星軌道面に沿った軌道、この2つの事象が同時に起きる確率は極めて低い。ローブ教授はさらにローブスケールという独自の指標を提案しました。天体の人工物らしさを10段階で評価するもので 3I アトラスを4と位置づけました。自然天体よりは高いが確実に人工物とも言えない微妙な位置です。この探査季節は世界中のメディアで大きく報道されました。7月21日、NASA はハッブル宇宙望遠鏡をこの天体に向けました。観測の結果、核の直径は320メートルから5600メートル、そしてその周囲には半径30万キロメートルを超える巨大なコマが広がっていました。地球と月の距離の8割近い大きさです。興味深いことに、画像には太陽側へと向かう噴出が捉えられました。まるでロケットエンジンのように、通常、彗星の尾は太陽と反対側に伸びるものです。しかし、これが尾なのか、核からの局所的なジェット噴出なのかは、この段階では見分けが難しいものでした。8月6日、NASA はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡をこの天体に向けました。人類最高性能の宇宙望遠鏡です。観測は成功しましたが、データ公開は19日後でした。このタイムラグが SNS 上で NASA は何かを隠しているのではないかという疑念を生みました。8月25日、分析結果が公開されました。なんと、この彗星の主成分は二酸化炭素だったのです。通常彗星はほとんど水でできています。ところが、3I アトラスは約8割が二酸化炭素で、水はわずか4% 程度でした。さらに異常だったのはその蒸気でした。太陽から
約5億 km も離れた段階で金属の蒸気が検出されたのです。通常、金属の蒸気は水星が太陽に非常に接近しないと放出されません。しかもニッケルという金属だけが検出され、通常ペアで現れるはずの鉄がほとんど検出されませんでした。前例のない現象です。9月7日、オーストリアの天文家が撮影した画像でさらなる異常が確認されました。コマが明らかに緑色に変化していたのです。発見当初は赤みがかった姿をしていた 3i アトラスがわずか2ヶ月で緑色に変わりました。通常、水星が色を変化させること自体はあるのですが、3i アトラスのそれは奇妙でした。水星が緑色に光る原因は C2 という二炭素分子ですが、3i アトラスからはこの C2 がほとんど検出されませんでした。代わりに検出されたのがシアン化合物です。でも、それだけでこれほど鮮やかな緑色を説明できるのか、科学者たちは首を掲げています。私たちの上空で一体何が起きているのでしょうか。 NASA の見解は明確でした。太陽系小天体研究を統括するトム・スタトラー博士はこう述べています。3i アトラスは見た目も挙動も私たちが知る水星そのものです。圧倒的なデータがこれを自然起源の天体であることを示しています。二酸化炭素が主成分で水が少ないという組成は極めて低温な環境で形成された天然の水星の特徴と合致する母星系の遠方で誕生し、長い時間をかけて宇宙を漂ってきた古い水星であればこのような組成になる可能性はあると言います。ニッケルの蒸気や前方への噴出、色の変化についても自然現象として説明可能だとしました。つまり NASA の見解では、一つ一つの現象は確かに珍しいものの、全て自然現象として説明可能だというわけです。ローブ教授自身も最も単純な説明は、これが彗星だということと認めています。ではなぜ彼は人工物説を提唱するのか。それは可能性がゼロでない限り検討すべきだという科学的姿勢からだと言います。しかし、ネットの世界では全く別の物語が動いていました。ESA の内部機密文書流出、NASA 関係者による 3i アトラス迎撃作戦のリーク、そしてホピ族の予言との関係性など様々な噂が波紋を呼びました。ここでは代表的な3つをご紹介したいと思います。8月下旬、SNS 上で ESA の内部機密文書と題された文章が拡散されました。そこには 3i アトラスの異常な挙動、核内の金属構造、そして人工物である可能性を排除できないという驚くべき内容が記されていました。しかし専門家が分析した結果、明らかな偽造であることが判明しました。文体が稚拙で ESA の公式文章とは到底思えないものだったからです。9月中旬にはさらに過激な動画が登場します。NASA 内部関係者がリークした 3i アトラス迎撃任務。この動画では NASA 関係者を名乗る人物が彗星の核には人工的な構造物が存在する。NASA は秘密裏に観測計画を進めており、場合によっては迎撃も検討していると語っていました。ただこの情報のソース元が曖昧ということもあり、信憑性が疑われています。そして最も広く知られる都市伝説が浮上します。アメリカ先住民ホピ族の予言との関連性です。青い星のカチーナが天界にその姿を現すとき、5番目の世界が出現する。この予言は世界の大きな転換点を告げるものだと言われています。この予言と 3i アトラスが関連付けられたのは、公開されたハッブルの観測画像が青色をしていたからです。ただ、これは特定の波長帯を強調した写真で、実際には緑色をしています。つまり、何も青くはなかったのです。では、これらの都市伝説は結局何だったのでしょうか。一時情報が不確かなので何とも言えませんが、専門家たちはデマや陰謀論に惑わされず、公式情報や査読付き論文に基づいて判断してほしいと呼びかけています。そんな中、科学者たちの観測は現在も続いています。10月3日頃、3i アトラスは火星に約3000万 km まで接近する予定です。火星周回中の探査機が観測を行い、新たなデータを取得できると期待されています。その後、10月29日に太陽最接近を迎え、12月19日には地球にも接近した後、3i アトラスは二度と戻らない旅路へと向かっていきます。
いかがでしたでしょうか？私が調査した限りでは、これらの都市伝説はおそらく全てデマであり、3i アトラスはただの不思議彗星である可能性が高いと感じました。しかし、宇宙の前では人類の知識も微々たるものであるのもまた事実です。そのため、信じるか信じないかは皆さん次第です。皆さんはどう思われますか？3i アトラスはただの不思議彗星だと思いましたか？それとも別の何かだと思いましたか？それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。